ちゃんとスキーしっかり動かせてられてるよね。フィジカルだよね。スキーの性能じゃない。フィジカル。力を抜いた時に割れてしまうので、磁力が踏んでるから、スキーと体をただ振って、マックスまで振っちゃってるから。なんでいねえよ、普通。ほらほら。今のところなんかさ、前半はいいけど、ちょっとスキーがビャンって走ってたんだよ。トップと比べてもライン取りはやっぱり高いから、そこがすごく評価されるということなんだよね。内戦の刺激でジャブ反射が強いです。なぜ抜けたのか、スタンスの安定と、スキーとかから離れないで内戦させて思いっきり叩いてる。皆さんこんにちは。ワールドカップが始まって作成しなければいけない動画のバックログがたまり続けてアップアップの花地くんです。これで本格的なシーズンが始まるとやっていけるのか不安です。今回は女子ワールドカップレビで行われたスラロームの実況及び解説をお届けします。前半は日本勢安藤選手と前田選手、後半は後ろから2本目に残った躍進組と上位ランカーです。トップレベルの技術話も楽しめますし、また皆さん自身の滑りの向上につながるようなヒントがたくさんあると思うので楽しんでください。それでは早速どうぞ。それでは安藤選手、前田選手のレース実況を早速どうぞ。動き自体は悪くないけど、ちょっと軽いのはなぜなのかっていうと、まずはちょっと重力に立って斜面に立ちきってない。ライン取りがやっぱすごく高くて、ボールの根元でしっかりと切り替えられてるとか、すごくいいよね。斜面に立ち寄り少し重力に立ってるから待っちゃったりする感じが出たりとか、体幹をもう少し準備してから一瞬で叩くようになる。ターンの落差とポールの入るタイミングの取り方はすごく高くて、ロスを少なくしていると思うね。いいバーの時はいいんだけど、この入りだと優しすぎるから、ちょっと急斜面とか荒れたところ、ここのスキーを動かしてるっていうよりはちょっと振った感じになっちゃってるから、これだとなかなかタイミングがスキーは振るんじゃなくて、スキーを動かして縦に振る。スキーを振ってるからターンからのスキーを踏みちゃったりとか、そこがわずかな違いだから、それが大きなタイミング差になるからね。ちゃんとスキーしっかり動かせてられてるよね。そんなにカウントがついてないからずっとスキーが流れちゃってる感じがする。でもやっぱりダイナスターラングだから板はやっぱしなって動いてくる。つま先の部分の腰がもうちょっと前に残るようにした方がいいかな。まだかかとが高い気がするな、今のブーツセットの。この時にもうちょっとね、膝開いて両方の外エッジが効けられるようなニュートラルな位置を取ってあげたらいいような気がする。今も失敗したのもやっぱ膝が返ってないから頭からいって失敗しちゃってる。やっぱ内膝が中に入ってるとどうしても内肩、頭軌道になっちゃうからね。
すねが長いから外人のように体とスキーの位置が十分距離があるから踏みやすくなってるよね。続きまして安藤選手、前田選手について深掘りします。ターンはワールドカップの選手として見ればちゃんとターンを仕上げてないよね。足んないからスキーを払う時の入射角がちょっと縦すぎるからさ、歯切れが悪い感じだよね。このターンで確認してみましょう。シフリンと重ねて比較します。確かにこの時点で安藤選手はターンをやめていますが、シフリンはまだターンを終えていません。シフリンの方がターンを最後まで仕上げていると言えます。安藤選手のライン高いですね。シフリンよりこんなに高いのすごいです。スキーを払った時の入射角、安藤選手の方が確かにかなり縦です。ここで板の角度は全く同じになるんですけどね。せっかくなのでこんな分析もしてみました。スキーの位置と向きを記録し、スキー板がどう動いたのかを調べます。こんな感じでした。安藤選手はスキー板のトップ中心に回転したのに対し、シフリンはブーツ中心に回転しています。ブーツ中心で動かした方が短時間で向きを変えられ、減速もなく、また圧もためやすいと思われます。ターンの前半は内スキーが前でもいいんだけど、ターンの後半はスキーがフラットじゃなきゃいけないのに、ずーっと内スキーが前だよね。ってことはやっぱり内藤してるってことだよね。ターンっていうことね。前半はいいけど、外スキーがギョンって走ってこないとダメだからさ。ゴール前みたいに足を前に出してくるからさ。その時外足が前に出てるよね。ああいう感じで中級斜面でそういう動きが出てくる。外足は前に出てるんだけど、体回っちゃってんだよね。外側にギュンギュンギュンって出した時に体が止まってほしいんだけど、外側に出したら一緒に体が回っていってしまうから、腰が入ってこない、肩が入ってきちゃってるから。中級斜面でスキーをもう少ししっかりと動かして内旋しきってからターンをするともっとエッジングがするぞ。内旋しきって進展を戻しがもうちょっと速くなるとより速くなるんじゃない。今はどっちかっていうとで止まっちゃってる。内旋しきってともっと腰も回るし、スキーのターンの向いてる方向に走っていくし、今のどっちかというと止めた感じになる。走るには内旋しきってジャブ反射を強くする。内旋が緩いとやろうと思ってもどうしても母子球中心のかかと押し出しになっちゃう。膝上から水落ちをしっかりと先行させて入ってきてほしいけど、ただこういうふうに傾いて入ってくる。悪くはないんだけど、もう少し雪面に圧をかけながら、やっぱり他の外輪に比べると軽いから反発側で前に落ちていこうとする力が弱いから、その辺がタイムの速度ができらないところかな。重力に対して立ってるから軽い。ただライン取りは上手。他の外人よりも本当にラインが高くて
トップと比べてもライン取りはやっぱり高いから、そこがすごく評価されるところだと思うね。ただやっぱり絶対的な速度がちょっと弱いから、やっぱり斜面に対して戦えるポジションになるべき。ルーツのセッティングはちょっとつま先をもう1ミリでも2ミリでも上げてあげられれば、もう少し腰出やすくなるのかなと。安藤さんはどっちかというと、斜面に立つよりも重力に対して操作をしているから、もう少しつま先を上げてあげられれば反省で体が起きたくなるから、この方が明確にもうちょっと動いていけるんじゃないかな。ちょっとひねり出しになっちゃって、ターンの後半だとシザースになっちゃってるから、内旋させて叩くイメージで、こねるとどうしてもシザースみたいになっちゃうから、内旋しきって叩くっていうイメージ。こういう風になってるから。動かしてダン、動かしてダン、動かしてダンっていう風になってる。動かせてひねる、動かしてひねる。しっかり動かしてる、動かしてるね。動かしてるけど内旋が弱くて回すのか、動かせてるけどしっかり内旋で戦えるのか、そこが違ってくる。今なんかも最後のゴールのところは外スキーが前に出てても状態が収まってるよね。その方が外越してたぐらいこの肩そんなに出てこないの、さっきのアンダーさんだね。この方がやっぱ外越しさっきよりも使えてるよね。軽く見えたり斜面に体があったね。安藤さんよりは斜面には立ってるけど、足首には使える。足首が起きてることはいいんだけど、起きすぎて足首が伸びちゃってる感じがするから、やっぱかかとが高いからちょっと状態がかぶり加減があるから、これも同じようにもうちょっとつま先上げてあげて、体を起こした中で足首がもう少し入ってる位置にして使ってあげるといいんじゃないかな。足首の角度を起こすんじゃなくて、ルーツの角度を残して絶対の角度で調節をする方がいいんだよ、ルーツは。今の感じだと足首を起こしてるだけなんだから、あの状態だったらスポイラーつけて滑らせた方がいいけど、あの状態でスポイラーをつけちゃうと多分体が前についちゃう。ってことはセッパーかボトムアップ前だとしてルーツのバランスを変えてあげると、もっとワールドカップ選手らしい滑りになると思うよ。この人はラインは低いよね、ゴールデンセットのラインはね。だからやっぱラインは高い方が比較的に乾燥率とか、ライン取りが高い方が比較的タイムを出しやすいってことだよね。このターンでラインを分析します。ブルホバと重ね合わせてみます。ラインはほぼ同じでしたね。ブルホバの方が速度があったため、その威力でより外に出れて入射角が取れています。せっかくですので先ほどと同様スキー板の軌跡を確認します。ブルホバはスキー板のトップを中心に回転していますが、前田選手はシフリンと同じようにブーツ中心に回転しています。次は
後方スタートから躍進した選手たちの滑りの実況です。スタンス入れてちょっと割れるのが良くないんだよ。力を抜いた時に割れるのが良くない。力を抜いた時に割れて終わってしまうのが磁力で踏んでるから割れちゃう。進展している形だけでいけば安定するから。踏むんじゃなくて高い姿勢でパンチする。ジャブみたいにして引くような感じがやっぱりそういう実力だよね。こうやってもう何にもスキーと体をただ振ってマックスまで振っちゃってるから、これだともう内藤とあと面圧よりも角が強い滑りになっちゃうから、ゴールはできるかもしれないけど結構タイミングがないんだよね。無理しないでスキーと体がやっぱさ離れないんだよね。でなんかのっそりしてるけど谷間にスキーに体が離れつけてってるから、ハンドちゃんとスキーと体がなるべく離さない。足首と膝がすごい余裕があるよね。こうやって回すとスキー横向いたりさ、これはあんまり良くない。これはもうなんていうの、これは振ってて差が長い。でこれでなぜ残ったのかというと、スタンスの安定と突っぱねてる開始が早いからだ。力でいって真剣にかけて低い姿勢だけど、もうちょっとねフラットなところに横から横だから、でもスタンスが広くならないよね。ハンドルが強いから。畳早い、畳上手だね。ブリザードテクニカルはちょっとこう足首が伸びてるようなセッティングなんだよね。かかとが少し長いから。角を使うっていうよりは面を使いやすいっていうスキーメーカー。ちょっと遅れ気味だけど外に打ててることが大事だよね。あとヘアピンストレートはすごくベロレオになってくる。ヘアピンストレートが速いだけじゃなくてターンとベロレオをちゃんと曲げてくる。上手だね。すごくいいのなんでかっていうと、スキーと体が思ったよりも離れない中でやってられるから、ね、外にスキーと体が行く時間が行く量が多いから、ターンのマキシマムでスキーと体が離れてないんですよ。あとはスタンスがそんなに変わらない。これはなぜなのかっていうと、自分で踏むんじゃなくて進展した数付けを使っているから。今のも失敗したところも少しやっぱ軽い。スキーの差し込む角度はもうちょっと強いというね。でもすごいスキーのが安定してるしね、踏んでないでずっと進展してるから、そんなに苦しそうに見えないで来てるよね。特に後ろの選手の人たちはコースが荒れてるから、モーグルの選手みたいにスタンスの安定、ある程度な自分の骨盤の両方の外エッジが使えるうちのスタンスの安定が必要。スキーと体が離れすぎない。あとスキーと体が外にすごいつけていくよね。スキーと体をつけていって縦にしていく感じがしてるよね。面圧がありながら角を立ててるから一走が遅いけど荒れてるけど的確にしてくるよね。横に向かないで縦にスキーが入ってくるのはそこをつけるから、あれがもっと上がってくるんじゃないかな。バランスが悪くないけど響きだからやっぱり、ね、進展してちゃんとターンしてあげるって大事だからね。跳ね返りがもうちょっとしっかりあるといいよね。もうちょっとやっぱ斜面にかけるといいかな。ちょっと遅れ気味だよね。突っぱね切って入ってるよね。力がないからさ、踏んでないから耐えられる。
キー動かして刺してるか叩いてるだけな感じな、これに強いんだよね。こう描こうとしてひねりがちな感じがあるとやっぱなかなか持たないから、操作はスキーを動かして月を叩く、そしてトイレットポジションのバウンドをちゃんとうまくリカバリーするっていうところだけで回してる感じがあったら、もう全部内藤したりミスしちゃうんだよね。続きまして上位ランカーの実況解説をどうぞ。ストックちゃんとついた時に体が遅れないよね。ピョンピョンついた時にほら体遅れないよね。スキーが上がってくるの分かるよね、外足。あの青いのがいけないんだよ。だってめっちゃ青の中入りたくなっちゃうんだよね。右踏みの時体が左足で来てる感じだよね。Die Bestzeit, die wackelt jetzt. Ellie Nullmeier wird an der Spitze abgeführt. Zuerst Katharina Huber, noch nie so weit vorne in ihrer Karriere nach einem ersten Lauf. どっかやっぱりさ、余裕があると体遅れない。Achtung! Das war jetzt alles andere als optimal. ターンしきってないじゃん。しきれてないよね。力を抜いた時にどうしてもスキーが外の方にシザースっぽくなっちゃうよね。なんかちょっと抜いた時に外スキーがさ、なんか中に入ってこないから外スキーが上がらないだろうって。別のセッティングだよね。Katharina Huber hier zeigt eine halbe Sekunde. Die Hypothek für den Schlussabschnitt. Huber fällt deutlich zurück auf Rang 4. Mit der ersten Werkprämie die Wichtigkeit für so ein Resultat. Genannte Vorgänge mit starken 本当だね。毎回なんか採用するんですけど、なんで？なんか別のセッティング。Jetzt Lienzberger unterwegs. Das letzte Mal, als sie so weit vorne war, das war in Killington, letzten Winter, da hat sie alles 全く踏んでないでさ、進展のバランスで滑ってるよね。 dieser sehr, sehr schwierige Winter mit これはもうなんか逆に筋トレさせないでやらせてる感じぐらい、ね、だから難しい苦しいバーンを全部こうやっていける感じ。やっぱ身軽さだよね。筋力とフィジカルで攻めてくるのと最軽量にしてくるかどっちかだ。ターンのマクシマムにカーブしていくんじゃなくて突っぱねておく。 Weltmeisterin wurde, als sie die Slalomkugel gewonnen hat. Katharina Lienzberger, eine Sekunde Vorsprung. 15. Rennen auf diesem Hang. Sie liegt den, hat sie auch nach dem ersten Lauf wieder betont. Sie wäre sein Erfüll gewesen vor dem ersten Durchgang. Jetzt wäre sie es einfach gewesen. スキーと体が外にすごくいってるよね。こねてるからさ、オーソドックスだよね。めっちゃオーソドックスだよね。ただスキーと体が離れてないから失敗しづらいよね。スキーと体がおーっと落ちたのが運動できてるからだよね。フィジカルだよね。スキーの性能じゃないよね。フィジカル。これに道具をもうちょっと
道具の速さの武器が出てくると思ったやつにポッとかける率が高がるんじゃない？ Letzte Abschnitt und auch der もっとなんかスキー走ってこれそうだよね。 hat weitere Zeit verloren und Dürr kehrt aber den Spieß um und geht in Führung. ボールに入って最初のにパパパパンっていうのはあんなのでいねえよ普通。ほらほら、今のところなんかさ、雪煙のついてるラインがめっちゃ大きくてガッチン入ってるじゃん。あれは速いね。ヘアピンストレートをさターンしてる感覚があるからあえて失敗するからさ。確実に言ってるよね。もっと見切っていけばいいのにね。自分から言ってないで合わせてる感じしね。何が不安なんだろう。スキーと体を簡単に離しすぎなんだよ。もうちょっと離さないといけないんだよ。スキーと体ほんのわずか5センチとか体をフリーに出しすぎちゃったんだよね。スキーを払うっていうよりもね、体からスキーを離さないで体の中でなるべくねじ込んでいく感じだよね。今みたいにさ、体の下に戻ってくるときさ、スキー下向くの遅いじゃん。だから振り幅に対応していけるよね。オーソドックスなんだけど、体のスキーが戻ってくるときにやっぱりスキーのマキシマムのまま戻ってきてくれてるからさ、深いセットの時それは分かってそうだよね。いやー、ストック短いわ。ターンをちゃんと仕切って体を投げ出す時にやっぱストックで漕がなきゃダメなんだよね。ちょっと体起き上がっちゃうな。ストックって止めてあげないとね。ほら今みたいな時ってこれストック短すぎるからさ、ストック軽くしかつけてないじゃん。ストックもうちょっとついて体を落とせてあげられればもうちょっといいのかな。今のほら体遅れちゃってんじゃん。この辺とかこれやっぱもうちょっとストック長くしてグッと体前に持っていけるようにしてあげて。スキーと体が離れないで叩いてるよね。内旋させて思いっきり叩いてる。ダーンって叩いてる。スキーと体を簡単にフォッて払わないよね。シフリン払っちゃってるから。シフリンの方がヒュヒュヒュってね、一個ずつついてて、結局これストックさしっかりついてさ、体が落ちてんだよ。ほら今のだから失敗しないでしょ。これストックをしっかりついて、体の投げ出しにストックをついて反動でもちゃんと体を落としてるから、ストック長いんだよちょっと。この方が体遅れないんだよ。ほら。ストックが短いと体が起きてしまい、ストックが長い方が体を斜面に落とせるという解説がありました。一見逆のように感じますが、もっと詳細を見ていきましょう。こうやってそのまましっかりとこうやって抱えていくことだよ。ストックが短いとついたら起きちゃう。ついたらそのままついたらこうやってこれが起きちゃう。でもストックが短くても体勢を低くしてつけば
起き上がらないのでは。ストックが短くて前になった瞬間腰折れてこうなっちゃうからなんで。この感じじゃん、この感じじゃん。この時にさ、シフリンの長いじゃん。骨盤のほら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 。やば。今回は以上です。スラロームに限りませんが、重要な要素が見えてきましたね。次回というか近いうちに、去年と今年のシフリンは何が違うのか、どうして不調なのかをもっと深掘りしますので、お楽しみに。